皆さんこんにちは、ことなです。今日はですね、以前ご紹介した自作の超ミニ簡易トイレ、これについてねお話したいと思うんですが、実はまだね制作はしたけど一度も使ったことがないんです。っていうのは小便の場合ですとね、もうこういった携帯用トイレ、これをねもう躊躇なく、もうキャンプ車中泊の時はね絶対1回は使ってます。夜中から明け方にかけてねトイレ行くのめんどくさいんで使っています。ところがですね、代弁となると話は別で、こういうものを作ってるんだけどめんどくさいから車内でやるかっていうと、まず普通やらない。近くにトイレがなきゃ別ですけど、通常トイレがね、歩いて行けるようなところにある駐車場、道の駅、あるいはキャンプ場、こういったところでねやっているもんですから、めんどくさいからといってこれを使うような機会っていうのはないんですよ。ただですね、今年正月早々能登半島を中心に大きな地震がね起きて、被災されている方非常にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、いつね、僕住んでるのは東京ですけれども、そういったことがねいつ起こるかもわからないし、東日本大震災の時もね関東の方も、計画停電を行ったりとか、やっぱりライフラインが途絶えるというところでね、いろんな支障が出ました。やっぱりね日頃から備えておかないといけないし、備えてるものをね実際に使ってみないと、肝心な時に使えないと全く意味がないので、そこで今日はですねちょっと思い切ってですねこれを使って、相棒の中でね、うんちくんをしてみようと思います。で、どういうところ注意しなきゃいけないかとか、一応ね、ちゃんと作ってこの穴のところ、ここにお尻を置いて、やれば大丈夫なようにやってんですけどね、その通り本当に行くか、やってみないとね、意外と気づかなかったところとかあるかもしれないんでね、まずはこの、ライフラインなんかちゃんとしてるね、平常時の時に、予行演習、これをねやっておきたいと思いますので、この中でうんちくんしてみます。でね、今すぐはちょっとねまだ便意催さないのでね、少し車内でお茶とか飲んで時間潰しながらしたくなったなと思ったら、早速ねこの辺りでねやってみようと思います。でね、事前にもうセッティングすぐできるようにしておこうと思います。こうやって開くだけなんですけどね。でこの中に設置するお物は以前ご紹介したこれですね。ボスの非常用匂わないトイレセット、これねお家からまた持ってきました。車の中にはね小分けにして10個ぐらいいつも積んでます。で、よいしょ、この中のあれ、凝固剤、よいしょ、これ黒いこのお物袋ね、この中にうんちくんをするということですね。あとはその匂いがしない、防臭袋、ボス、これですね。最後はこれに入れて封をして、匂わないようにしてゴミ箱へポイということですね。よいしょ。じゃあちょっとね、防臭袋は後でここに置いといて、凝固剤置いて、よいしょ。これね、わかりますかね。袋はこっちか。袋ね、結構でかいんですよ、こんな。45リットルのゴミ袋と同じ大きさですからね。だから便器なんかにも直接こうかぶせてできる、そういうタイプです。でこれをね、この穴から上からねこうやって入れて開いて、セットしてはい、よいしょ。こんな感じにセットしましたね。でここの上に座って用を足すと
穴はさっき開いた通りこのくらい、わかりますあるんで、よっぽどお尻の穴が曲がってる人以外はですね、まあ普通にできると思うんだけどな。うん。で、凝固剤はね、最初に入れてるんですね。おしっこの時と同じ。うんちもそうだよな。そう。必ずする前に凝固剤を入れておきます。よいしょ。はい、開けました。じゃあ、ね。はい、凝固剤入れます。さあ。はい、入れておきました。あとはね、うんちしたくなったらこれ下に下ろして、この上に座ってうんちをするだけです。はい、予想よりも早くですね、催してきたのでね、早速準備始めたいと思います。いつも人いないんだけど、今日に限ってね、人結構多いんだよね。なんか工事の人だか、なんかと、あと雨だからさ、いないと思ってたんだけど、なんか、車止めて中でこう、ハンドルの方に足上げて寝てるおっさんとかね。まあ、ハイカーの人もいるんだけれど、多いんだよな、今日。ちょっとこれ意外だからなんかうんちしづらいなって今思ってます。とりあえずねカーテン閉めて一応ね横はね中が見られないようにフィルムを貼ってるんですよ。透過率 7% ぐらいですから全然外からは見えない。ただね、明かりをつけちゃうと、夜間なんかは、中の様子が窓にね、顔つければ、見えるぐらいになりますよね。だからやっぱりね、カーテンはね、必要なんだよね。そういう意味じゃね。昼間は全然、多少このぐらい明かりつけてたところで、外からの光もあるから、昼は全然見えないんだけれど、ただそうは言ったってね、一応おズボンを脱いであらわな姿になるのでね、はい、明かりはこんなもんでいいかな。よし、あ、そっか、ここもちょっと閉めておかないとあれだな。ここはね意外に見えたりするんでね、人は歩いてないとはいえさ、あれ、よいしょ、いることはいるからね、ちょっと閉めて、あとあれだ、こっち側だね、フロントガラス側、ここはやばいね。駐車場満杯なんだよね今。なのでカーテン閉めます。はい、開け。一応念のためこっちも閉めとくか。全部はい。どうでしょう。準備ちょっと早くしないとなんかちょっとやばくなってきてたな。したくなってきちゃったよ本当に。よいしょ。でティッシュは OK だね。では催してきたので始めたいと思います。ここに便器を置きました。ではやりたいと思います。上着脱ごうかな。よいしょ。上着はちょっとこっちに置いといてですね。じゃあ
外と穴もちゃんと狙ってるつもりなんだけど、ちょっと怖いな。できるかな。あ、やばい、これおしっこが死んだ時やばい。やばいやばい。ちょっと待って、おしっこ出ないようにしないと。無事今し終わりました。し終わったけど、ちょっと待って、おしっこやばいな。ちょっとお尻拭きます。あ、ビニールがへばりつく。あ、臭っ。ちょっと待って。くさなんだこれ、何食ってんだよ。くせえ、くさちょっと待って、まずいかも。くさちょっと待って、いや、ちょっとおしっこ我慢しよう。あ、くさちょっとやばい、これ。くさちょっと待って。少し水入れた方がいいよな、凝固剤な。おしっこだったらあれだけど、あ、失敗した。水用意しとけばよかった。じゃあ、少しだけ。よいしょ。空気を抜いて、外して空気を抜いてね。よいしょ。マスクして臭いんだからさ、これマスクしてなかったらほんと臭いぞこれ。くっさ早く窓開けたい。あ、凝固剤も固まってるけど、うんちくんなのか固まったのかなんかよくわかんない。くっさちょっとダメだ。よいしょ。ちなみにおしっこは今ね我慢してます。おしっこ我慢中。よいしょ。はい、準備完了。ちょっと待って、くっさダメやこれ。あ、ダメだ、ロックしてんだった。よいしょ。はい、無事うんちくん終わりました。想像以上に臭い臭い。それから匂いがやっぱり高さがないせいだろうけどね、この長さとか幅はうちのトイレはなんかそんな変わんないとは思うんだよね。こっから一番奥だと多分トイレより長いんじゃないかなと思うけど、やっぱこもるっつうかさ、してる時はね匂わないですよ。なんでかっていうと、このお尻でここ塞いじゃうでしょ。だから全然匂いは来ない。だけどちょっとずらした瞬間にファーッと上がってきてね、でアクセと思った時に
お尻拭かなきゃなんないじゃない、まず。とさ、完全にケツを上げるんで、ここがもう開放状態なんですよ。途端にね、上がってくるんで、これね、自分でしたものとはいえ、臭い。くっさ、本当に。でね、まあ、早くこの臭いのを、元を絶たなきゃとは思うんだけど、お尻を拭くでしょ、拭いて入れて、それからすぐ封すればいいんだけれど、やっぱりさ、パンツを下ろしたまんまとかって嫌じゃんなんかね、どっち先するか一瞬迷ったんだよね。だけどさ、誰も見てないとはいえ、なんかこうブラブラさせたままこっちを先行ったらできなくて、やっぱりパンツとジーンズ上げて整えてからこっちをね、でこう封をするんだけどさ、この空気溜めちゃうとかさばるから、かさばっちゃうから、なるべく小さくしたいんで、こう絞ってねじりながらこの空気を出すと当然臭い匂いが出るわけですよ。で、まあここまで絞っちゃったらね、これスポッとこう抜いちゃって、であとはもうねじって封をして、それからこの防臭袋ね、これに入れて、これねもう今全然全く匂わないですよ。匂わないけど、まあそれまでの間、そうだな、30秒ってことないか、1分ぐらいはね。でその間にやっぱり周期がこのね車の中だからあっという間に漂うんだよね。でとりあえずもう見られてもいいというか、そういう状態になったんで、まず窓開けたけど、窓なんか開けるより扉開けた方がいいね。それからね、外に出てってバッグのドア開けました。で外の風を送り込んで、でまあこんなもんだろうと思って閉めてね、今中入ってきたんだけどね、マスクしててもさ、中入ったらなんかね、ポワーンと誰かをおならしたみたいな、あれが似てるな。赤ちゃんがさ、おむつしてるぐらいの赤ちゃんがうんちをするとさ、なんとなくこうほのかに匂ってくるのがあるじゃない、ポワーっと。あんな感じの匂い。やっぱり少し全体的にそれがあったので、ファブリーズしました。だからね、この匂いって、これ僕一人の車だからまあいいけれど、これ同乗者がいる2人とかいるとさ、これたまんないだろうね、多分ね。本当そうなっちゃうと100年の恋も冷めるじゃないけど、そうなるかもしんないよ。だから2人の時はね、お互いにしばらく、匂いが完全になくなるまでね、車内には立ち入らない方がいいでしょうね。でなるべく車内じゃやらない方がいい。で、今日これを使った時にね、気づいたところ、まあ匂いの話はともかく、一応この穴にね、自分でまあ尻がここに肛門が来るだろうっていう形でもって、やりました。でちゃんと下に行ったんでよかったんだけれど、意外にねこのビニール袋が上かぶってるから座るとこのね穴のこの感覚って分かんないんだよね。だちゃんと本当に肛門ここにあるかなって、センターにあるかなっていうのがね感覚的にちょっと分かりにくい。でこんだけの幅しかないからちょっとずれたってこっちかぶっちゃうだろうしね。これは汚れないよ、ビニールが上までかぶってるから。だけどね、ビニールの上にちょうどこう肛門が来る形でもしやっちゃったらさ悲惨だよね。普通にお尻拭くどころの騒ぎじゃなくなっちゃうだろうし、意外にねここの穴をめがけてっていうのがね、できたけれど、ちょっと怖いなと思った、危ないなと思った。それと、もしこれセンターじゃなくてね、こっちとかこっちとかこっちとか寄っていた場合、それからこの袋がまっすぐこう一回手突っ込んでこう広げておかないとさ、下まで落ちてくれりゃいいんだけど、このビニールの変なところにくっついちゃったらさ、これ閉じる時にこうねじって絞ってくるからさ、上の方のやつってブニュって上出ちゃうよね。だからね非常に汚い状況になるから、本当穴は最低限この広さ分はちゃんとビニールを
下まで広げておいて、筒状になるぐらいね、こう広げて手を入れてさ、広げて、それからしないと、で、なるべく下に落ちるように意識してさ、うんちして、だからね、うんち一つにもものすごい気使う。これがね、まず1点、まっすぐ下に落ちるように、ちゃんと穴をね、お尻の穴をこうセンターに置くのを意識してやる。それから、これ怖いなと思った。やる瞬間、やばいと思ったのは、家の便器みたいに大きければ問題ないんです。だから簡易トイレもそのくらいあるからね、多分大丈夫だと思うんだけど、これたったこんだけでしょ。で、うんちをするためだけのこの穴しか考えてないから、問題はさ、うんこと同時におしっこが出ちゃう場合ってあるでしょ。出そうになったり、あるいはうんこをし終わった瞬間にちょろちょろちょろって出たりとか。あれ怖い。なんでかっていうと、女の人の場合どうかな。女の人の場合も同じだろうな。男の人はさらにこうね、チンチンがある程度の長さありますから、これがね、ちょっとビニールからはみ出る感じになるんだよね。そのまんま何にも考えないでうんちで来て、よかったなんて安心して上手出したら下行っちゃいますからね、外に。なので、こう、なんです。股がこうあるところのビニールはね、こう持ち上げておいた方がいいよ。持ち上げても流れて、太もも伝わってこっち行っちゃう可能性もあるから、なるべくこう全体を上げて、それと、おしっこは我慢する。まずは。うんちはうんちだけで、おしっこ出ないように、我慢する。ちょろっと出ちゃったらしょうがないけど、ちょろっとぐらいだったらこう持ち上げてればどうにかなるから。これね、前は絶対持ち上げてた方がいい。で、うんちが終わったら、お尻をちょっとずらして、女性の場合それでできるのかな。男はそれでちょっとずらして、こう無理くりね、チンチンをこう穴に突っ込めるぐらい隙間を作ったらやってもいいと思うんだけど、その前にやっぱりお尻拭くんだろうな。僕も今日一瞬そこを悩んで、お尻を先に拭きました。で、お尻拭くときには完全開くんでね、匂いがうわーっときますよ。来て、そのね、お尻拭いたのを入れた後に、もう一回座って、これでおしっこしようかなと思ったけど、おしっこする気力なくて、もうとにかく全部片付けて、トイレ行っておしっこしようと思って我慢しました。だから、おしっこにはちょっと気をつけてください。このスペースしかないんでね、うんちをすることを目的にしか作ってないから、おしっこのことは考えてないんでね、よっぽど緊急事態じゃないと、トイレが本当にないところとかね、そういう時しか使わない。そういう時のために作ったやつだからね。だからあまりその、長い間、被災して車だけの生活っていう風なことになったらね、ちょっとこれじゃきついだろうね。できなかないけれど、ストレスにはなると思うな。おしっこが同時にできないとかね。ここはね、やっぱり、使えたっていうのはいいと思うけど、長期にわたって毎日のように使用するのは、慣れもあるかもしれないけど、ストレスの方が強いかな。ここまでちっちゃいとね。あとね、このボスなんだけど、この匂わないトイレセット。これは、毎回50回分もあるんで、これはね、車にスペースがあればこのまま置いててもいいんだけど、軽バンなんでね、なるべく少なくしたいんで、僕はここに、いつもこのコンテナボックスに除菌のこういうクリーナーの予備とか、いろんなティッシュとかの中に、このトイレはここに入れてるんですよ、いつもこうやって。で、今のうんちくんはね、この中から1回分だけを、こういう100均で買ったジップの袋に入れるように一個一個セットしてね、1、2、3、4、5セット、5回分置いてます。非常時っていうよりは、1泊2日の中で、なんか急にお腹の調子が良くなかったりとか、トイレがどうしても近くになくてっていうような緊急事態っていうことを考えて、一応ね、5回分用意してます。はい、いかがだったでしょうか。超携帯ミニトイレ、無事に使いました。使用感とね、レビューをちょっとしてみたんですけど、これに限らず、そういう非常用のもの、これね、
普段ライフラインとかがちゃんと揃ってる日常生活の中でね、避難訓練と同じです。平時の時に必ず使用して実験してみてください。想定して、いきなりね本番つった時にうまく使えるもの使えないものって絶対あるんでね。でもしこれ今日漏れるようなことなかったけどさ、万が一これ漏れちゃった時とかね、粗相しちゃった時、車の中汚しでしょ。でライフラインがさ平時の場合普通にあるから、そりゃ水でねその汚れたところを洗い流そうがどうしようが構わないけれども、非常時はさそういったもう水が非常に大事になるんで、ぶつけ本番でそれやった日にはさ洗えばやっぱりね周りから貧縮だと思うし、そもそもそんな水がないだろうし、とやっぱりかかっちゃったやつ捨てざるを得ないよね。捨てるとなると今度はゴミ収集場がいっぱいになるだけでさ回収に来ないからなんてことになるんでね、やっぱりいろんな意味で練習はしておいた方がいいと思います。はい、てなわけで今日のところはこれでお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価ポチよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー、バイバイ。